幻の橋っていう風に呼ばれている場所で、アータビ、こんにちは、あおです。今日もアータビ始まりました。今私は北海道の上士幌というところに来ています。家族ね全員来ていて、今家族旅行で北海道回っているんですけれども、これからねタシュ別川橋梁っていうところにね行こうかなっていう話になっていて、結構珍しいんですよ。1年のうち半分ぐらいしかね行けない幻の橋っていう風に呼ばれている場所で、皆さんにもお見せしたいなと思って急遽カメラを回しています。はい、ということでですね、私が今いるのは道の駅上士幌というところです。ここでね林道の鍵を借りて行けるみたいなので、早速行ってみましょう。はい、展望台にやってきました。ここからねちょっと遠くから見れるんですよ。なのでまずは遠くからちょっと眺めて、でその後にね近くに行きたいなと思います。行ってみましょう。はい、着きました。タシュ別川橋梁展望台です。今ねここに見えているこのちっちゃいのが橋梁ですね。ここから見てもねすごい綺麗なんですけど、今からこの近くまで行きたいなと思います。でこのタシュ別川橋梁なんですけれども、だいたい毎年6月ぐらいからこの水位が上がって沈み始めて、10月ぐらいには完全に水没してしまうんですね。でそこからまた1月ぐらいになったら再び現れ始めるっていう、すごい面白い橋になっています。じゃあ早速ここのふもと行ってみましょう。着きました。結構ね新しめの綺麗な釘がついてます。じゃあこれ開けて中行きましょう。なかなかの道だよ。タシュ別橋梁ご見学の皆様、なんだどこ行ったの？こっちだ。あったあった。はい、着きました。すごい初めて来た。結構大きいし、あとねここら辺が崩れてきてるんですよ。川の水がない時期がすごい人気らしいんですけど、でも昨日泊まったところによると、やっぱこの川にね水がある時期の方が一番綺麗なので見頃だっていう話をされてました。こっちにはぬかびら湖が広がってます。すごい綺麗。せっかくなんでね橋の上からも撮ってみますか。はい、
橋の上はねこんな感じになってます。中に入ることはできないんですけどね、この鉄枠っていうんですかねがむき出しになっちゃってるので、かなり朽ちてる感はしますね。上からの景色もねめちゃくちゃ綺麗です。すごい、めっちゃ面白いの見つけた。すごくないですかこれ。だってどんなバランスで立ってんの？しかもね1個だけじゃなくて何個も立ってるんですよ。すごいね。多分ジェンガとか超得意な人がやったんでしょうね。これとか良さげじゃない？これをやってみます。いったかもいったかも。できた立ちました。見える横からもまず向かったのは帯広神社。開拓の神様を祀る明治時代からの神社です。運が良ければエゾリスやシマエナガを見ることもできます。ここの神社で人気なのは多種多様なおみくじや絵馬です。早速引きに行ってみましょう。すごい、帯広だからか馬が祀られてますね。しかもお供えがちゃんと人参っていう、こちらはエゾみくじ。北海道のご当地おみくじで道内各地の名産品や特産品をモチーフにした張り子で作られています。全部で12種類用意されています。ここ帯広では鮭がモチーフになっていました。集めて回るのも面白いかもしれませんね。初保料は400円です。じゃあやってみます。釣れました。ちょっと早速中見てみましょう。中も面白いんですよこれ。やってみます。中吉です。しかもこれよく見たら全部ね北海道弁になってるんですよ。面白い。ということで中吉でした。続いて向かったのは万栄十勝。帯広市内にある万栄競馬の競馬場です。競馬以外にも産直市場やスイーツのショップなどが並び結構遊べます。個人的にふれあい動物園が大好きで帯広に来たらついつい寄っちゃいます。万栄馬あたび。はい、ということで十勝と帯広いろいろ回ってみました。でもねタウシュフェスとかねすごいずっと行ってみたかったんで、もうめっちゃ嬉しかったですね。なかなかね入れないみたいなのでよかったです。万栄競馬もねすごい楽しかったですね。ギャンブルがね得意じゃないんで私はちょっとかけなかったんですけど、でもね見ててめちゃくちゃ迫力ありました。このねソリ
も600キロぐらいあるみたいです。で馬の方もね1トン近くあるっていうことで、かなりね迫力のあるレースでしたね。はい、ということでね、家族旅行っていうことでかなり緩い Vlog だったんですけど、普段はねフォトブログとか上げてます。北海道のねいろんなスポットも巡っているので、よかったら見てみてください。この動画がね面白いなと思ったらチャンネル登録やグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。